のささやきの朗読や送別会は駅前の居酒屋で開かれた。金曜日の夜で店内は騒がしく、笑い声とグラスのぶつかる音だけが混ざり合っている。俺は二次会を断って店を出た。終電にはまだ間に合う時間だったはずだ。酔いはあるが足取りはしっかりとしている。改札を抜け、ホームへ向かう階段へ差し掛かった時、違和感に気づいた。電光掲示板の表示が消えている。アナウンスも流れない。人はいるのに誰もざわついていない。時計を見ると終電までは数分ある。なのにホームへのシャッターは半分降りていた。駅員の姿は見当たらない。理由も説明もないまま帰れないことだけが確定している。仕方なく外へ出ると、駅前のロータリーは妙に静かだった。この時間なら酔った客とタクシーで混雑しているはずなのに、一台だけポツンと止まっている。俺の他に客はいない。運転手と目が合った瞬間、後部のドアが開いた。手を挙げた覚えはない。俺は誘われるように乗り込んだ。シートは妙に冷たく、さっきまで誰も座っていなかったような感触だった。まだ行き先を言っていないのに、車は静かに動き出す。〇〇町ですね。俺の自宅の住所だった。思わず前のシートに身を乗り出す。え？まだ何も言ってませんよ。運転手はミラー越しにこちらを見た。表情は読めない。いつも通りですから。その言い方が妙に引っかかった。まるで何度も乗っているみたいな口ぶりだったんだ。窓の外を見ると、駅前の明かりがもう見えない。発進してまだ数秒しか経っていないはずなのに、景色が変わりすぎている。その時スマホが震えた。本日のご乗車、ありがとうございます。と知らない会社名が表示されている。俺は配車アプリなんて入れていない。背中にじわりと汗がにじむ。ミラーの中で運転手の口元がわずかに動いた。今日は遅かったですね。その言い方に説明のつかない不安が残った。車は高架下を抜け、見慣れたはずの帰宅ルートへと入っていく。酔いはさっきより冷めていた。妙に頭が冴えている。いつも通りってどういう意味ですか？できるだけ普通の声で聞いたつもりだったが、自分でもわかるほど硬かった。運転手はすぐには答えない。ミラー越しにこちらを一度見てから前を向いたまま口を開いた。ここ半年、この時間帯ですよ。そんなはずはない。俺は終電で帰る派だし、タクシーなんて数えるほどしか使っていない。そしてスマホがまた震えた。さっきと同じ通知画面。今度は乗車履歴を見るという表示が出ている。指が勝手に画面を開いた。履歴が並んでいる。日付、時間、料金、ルート。全部深夜1時過ぎ。全部自宅まで。しかも週に一度のペースで半年分きっちりと残っている。だが俺にそんな記憶は一つもない。スクロールをしていると備考欄に小さな文字があるのに気づいた。同乗者あり。喉が渇いた。俺はゆっくりと顔を上げミラーを見る。そこには俺の顔が映っている。
だがそのすぐ横にぼんやりとした影が重なっていた。髪の長い輪郭、肩のあたりまで垂れた黒い影。はっきりとは見えないが確実にいる。誰か乗ってますよね。思わず声が漏れた。運転手は小さく笑った。車内の空気が重くなり、窓ガラスに映る自分の姿がほんの一瞬だけ二重にぶれた。肩のあたりがわずかに沈む。誰かが体重をかけているような、そんな感覚だった。振り向きたいのに首が動かない。運転手の声が静かに落ちた。もうすぐ入れ替わりですから。入れ替わり。その言葉だけが妙に鮮明に残った。車はゆっくりとマンションの前に止まった。見慣れた建物のはずなのに、窓の明かりがほとんど消えている。深夜とはいえ、こんなに暗かっただろうかと一瞬だけ考えた。メーターを見る。料金表示は出ていない。数字の代わりに横線が静かに点滅している。おいくらですか？運転手は前を向いたまま答えた。もう生産は終わっていますよ。え？いつですか？毎回です。意味が理解できなかった。そして後部のドアが自動で開いた。外の空気が流れ込み、なぜか少しだけ安心する。車を降りて建物を見上げた。自分の部屋の明かりがついていないのはいつも通りだ。ふと違和感を覚えて振り返った。後部座席にはまだ誰かが座っている。長い髪、スーツ姿。こちらを向いた顔は俺だった。表情の抜けた疲れ切った俺。運転席から声が落ちる。今日は成功ですね。その瞬間、足元がふっと軽くなった。視界が一瞬暗くなり、次に目を開けた時には景色の位置が違っていた。俺はハンドルを握っている。バックミラーに映るのは後部座席に座ったさっきの俺。混乱したままドアを押している。そして口が勝手に動いた。〇〇町ですね。俺の声なのに運転手の声だった。後部座席の俺がこちらを見る。何かを言おうとしてやめた。やがてドアが開き、俺は外へ出る。振り返った瞬間に目が合った。今度は運転席の俺がわずかに笑った。ドアが閉まり、車が静かに発進する。その時スマホが震えた。画面に通知。次回のご乗車予定、明日23時58分。車は駅前へと向かっていく。ロータリーには送別帰りの男が一人立っていた。少し若い、半年前の俺だった。その都市伝説を聞いたのは終電を待つホームだった。隣にいた若い男が友人に向かって小声で話していた内容がなぜか耳に残ったんだという言い訳を後で何度も自分にすることになる。この駅ではごく稀に終電が来ない夜があるらしい。電光掲示板が突然消え、アナウンスも流れず、誰も騒がないまま人の流れだけが改札へ向かう。そういう夜に限って駅前のロータリーには一台だけのタクシーが待っているんだという。それに乗れば必ず家まで帰れる。
ただし条件がある。ホームで誰とも目を合わせないこと。目が合った相手とはもう二度と同じ場所には戻れない。男たちは笑っていた。いかにもありそうな作り話だと。俺も同じように聞き流し、電光掲示板を見上げる。終電まではまだ3分ある。酔いはほとんど抜けているし、足取りもしっかりとしている。その時表示がふっと消えた。次の瞬間には何事もなかったかのように明るさが戻った。だが掲示板は暗いままアナウンスも流れない。周囲を見回す。10人ほど立っていたはずの乗客たちは誰一人として驚いていない。ただ静かに路線の奥を見つめている。胸の奥に鈍い違和感が広がる。さっきの話が頭をよぎった。目を合わせるな。俺は視線を落として自分の靴だけを見るようにする。隣の気配がわずかに近づくが顔は上げない。やがて人の流れが動き出し、誰も文句を言わないまま階段へ向かう。俺もそれに続いた。駅員はいないし、改札は開いたまま。そのまま外へ出ると、ロータリーは妙に静まり返っていた。いつもなら酔った客とクラクションで騒がしい時間帯なのに、エンジンをかけたままのタクシーが一台だけポツンと止まっている。他に客はいない。運転手は前を向いたままだが、俺が近づいた瞬間、後部のドアが静かに開いた。誘われるように乗り込んだ。シートはひどく冷たく、誰も座っていなかったはずなのに、わずかな湿り気を感じる。ドアが閉まり、まだ何も言っていないのに車は発進した。目、合わせませんでしたね。運転手の声が低く落ちた。背中に冷たいものが走る。俺はまだ一言も話していない。運転手はそれ以上説明しなかったが、言葉の続きを待つ必要はない気がした。目を合わせなかった人だけが乗れる。ならば、合わせた人はどうなったのか、という疑問が自然と胸の奥に沈んだ。車は駅前の明かりを抜け、住宅街へと入っていく。さっきまでいたはずの街の音がやけに遠い。信号で減速しているはずなのに、ブレーキの感触が薄い。まるで道路の上を走っていないような不安定な浮遊感がある。バックミラーを覗いた。後部座席には俺しかいないはずだが、ガラスの映り込みに違和感がある。肩の位置に重なる影がいくつもある。輪郭ははっきりしないのに、数だけは確実に多い。数えようとした瞬間、右側のシートがわずかに沈んだ。誰かが腰を下ろした時のような重みが伝わる。反射的に横を見そうになり、首の動きを止めた。目を合わせるな。その条件だけが異様なほどはっきりと頭に残っている。他の人はどうなったんですか？できるだけ平静を装って尋ねてみた。運転手は前を向いたまま答える。帰る場所が違うだけですよ。どこへ帰るのかは聞かなくてもわかる気がした。その時耳元にかすかな息が触れた。近い。すぐ隣だ。どうして目をそらしたの？女の声だった。若い声だが感情が抜け落ちている。続いて別の声が重なる。見ていてくれたら連れて行けたのに。連れて行く。言葉の意味がゆっくりと背中に染み込んだ。ホームで視線を落としたとき、確かに誰かの足元が視界の端に入っていた。もしあの時顔を上げていたら、自分は今ここにいなかったかもしれない、という考えが浮かんだ。
車は赤信号をそのまま通り抜ける。クラクションは鳴らないし、対向車も見えない。まるでこの車だけが街とは別の層を走っているみたいだった。左側のシートも沈む。肩が押され、視線が前に固定する。運転手が静かに言った。家までは送りますよ。ただし、最後までは振り向かないことです。最後まで。その言葉と同時に後部座席の空気がさらに重くなった。俺のすぐ背後で複数の呼吸が重なった。車はやがて俺のマンションの前で減速した。見慣れた建物のはずなのに妙に遠く感じる。エントランスの明かりはついているが、周囲に人の気配はない。到着です。運転手の声は変わらずに落ち着いている。肩にかかっていた重みが少しだけ強くなった。そして背後で複数の気配が揺れる。振り向くな。その言葉が頭の中で繰り返される。ドアが開き、冷たい外気が流れ込むのと同時に、背中の圧がわずかに離れた。ゆっくりと車を降りる。足が地面に触れた瞬間、肩の重みは消えた。ほっとして振り返りそうになる。その時運転手が静かに言った。最後に一つだけ教えておきますね。思わず足を止める。今夜目を合わさなかった人はあなた一人でした。背筋が凍った。ホームには10人ほどいた。全員が路線を見ていた。じゃああれは何だったのか。振り返らずに目だけでタクシーの窓を見た。ガラスに映っているのは俺の姿だけではなかった。後部座席いっぱいにこちらを見つめる顔が並んでいる。全員目をカッと見開いている。全員俺と目が合っていない。彼らはホームでずっとこちらを見ていたんだとそこでやっと理解する。目を合わせなかったのではない。俺がそらしていた。タクシーのドアが静かに閉まる。エンジン音はしないまま車体だけが滑るように動き出した。その瞬間背後から小さな声が聞こえた。次は見てくれるよね。思わず振り向いてしまった。そこにはホームで靴先だけ見えていた女が立っていた。ゆっくりと顔を上げる。目が合った。そして視界が一瞬暗転した。次の瞬間俺はホームに立っていた。終電まであと3分。電光掲示板がふっと消える。周囲には10人ほどの人影。その中にはさっきの俺がいる。視線を落としていて、タクシーのエンジン音が遠くでかすかに響いていた。夜の11時を少し回った頃、スマホが突然鳴った。こんな時間に電話をしてくることはほとんどない。胸の奥がざわついた。迎えに来てほしい。声は弱いがはっきりとしている。どこにいるのかを聞くといつもの住宅だという。ただ少し息が荒い。俺は急いで上着をつかみ外へ出た。車なんて持っていない。しかもこんな時間に走る電車もない。通りに出た瞬間、一台のタクシーが減速した。手を挙げた覚えはないが、後部のドアが開く。俺は事情を説明し、祖母の住所を伝えた。運転手は短くうなずき、車を走らせる。
車内は静かでラジオも流れていなかった。窓の外に流れる街灯を見ながら、俺はさっきの祖母の声を思い出していた。どこか迷っているような響きだった。最近、会ってますか？と不意に運転手が聞いてきた。え？おばあさんにですよ。言葉に詰まった。正直に言えば半年以上顔を出していない。仕事が忙しい。それを理由にしてきた。いやー、忙しくて。そう答えると運転手は小さくうなずいた。みんなそう言いますよ。その言い方には妙な重さがあった。祖母の家がある住宅街に入る。だが近づくにつれて違和感が増してきた。明かりが少ない。人の気配もない。まるで時間が止まっているようだった。胸騒ぎが強くなる。祖母の家の前でタクシーが止まったが、玄関の明かりは消えたままだった。いつもなら縁側の電気がついている時間なのに、窓は真っ暗で、庭の木の影だけが揺れている。インターホンを押すが反応はない。もう一度押しても同じで、さっきまで確かに電話で話していたはずなのに、その気配すら感じられなかった。胸がざわつく。スマホを取り出して履歴を見るが、祖母からの着信は残っていない。こちらからかけ直そうとしても、発信履歴がない。まるで最初から電話なんてなかったかのように。画面は静まり返っている。俺はおかしいと思いながらも運転手に事情を話すと、彼は慌てる様子もなく言った。病院かもしれませんね、と静かに。病院という言葉で背中が冷えた。車は再び走り出し、近くの救急病院へ向かう。夜間の入り口の明かりが見えたとき、救急車が一台止まっているのが目に入った。受付で祖母の名前を告げると、看護師がこちらを見て少し間を置いた。ご家族の方、先ほどいらしてましたよ。意味がわからずに聞き返すと、同じ名前の男性が来て説明を受けたという。そんなはずはない。俺は今、ここに来たばかりだ。時間を確認する。搬送されたのは1時間前。電話を受けたと思った時刻より前だ。頭の中で何かがずれる。振り返るとガラス越しにタクシーがまだ待っているのが見えた。運転手は動かずにこちらを見ている。その視線になぜか責められているような感覚を覚えた。看護師に案内されて処置室の前で止まった。祖母は意識を失った状態で搬送されたと言われたが、命に別状はないらしい。ただ発見が少し遅れていたら危なかった、と淡々と説明された。発見されたのはご家族の方ですよ。そう言われてまた胸がざわついた。誰がですか？お孫さんが様子を見に来てくださって。その言葉で血の気が引いた。俺は今ここにいる。看護師は首をかしげた。先ほど説明を受けてすぐ帰られましたよ。頭の中が静かに揺れる。祖母は自室で倒れていたらしい。電話はしていないという。夕方から体調が悪くなって誰にも連絡できなかったはずだと。俺は廊下へ出る。夜間入り口の外にさっきのタクシーがまだ止まっている。エンジン音は聞こえないのにライトだけが静かについている。ゆっくり近づくと後部座席に人影が見えた。ガラス越しに見えたのは俺だった。
今の俺より少し疲れた顔で運転手の横を見つめている。あの電話を受けた直後の顔だとなぜかわかった。運転手が窓を少しだけ下げる。間に合いましたね。その声は責めるでもなく、喜ぶでもなく、ただ事実を確認する響きだった。さっき来た俺は何なんですか？そう問いかけると、運転手は視線を前に戻した。迎えに行かなかったあなたですよ。意味を理解するまでに時間がかかった。もし電話を無視していたら、もし忙しいからと明日にしていたら、あの後部座席にいる俺が本来の姿だったということか。タクシーのライトがゆっくりと消える。後部座席の俺も暗闇に溶けていった。次の瞬間、そこには誰もいない。そしてポケットの中でスマホが震えた。画面には先ほどの時刻に届いた着信が一件。祖母の名前。俺は病院の明かりを見上げた。今夜迎えに来たのは俺だったのか、それとも迎えられかけていたのか、その答えだけが胸の奥に重く残った。